お待たせしました。皆さん。今回は前半に引き続き、AI がワンピースの世界でどんな興味深い物語を生み出すのかを見ていきます。最初の指示以外、編集はしていません。さあ、物語の続きを一緒に見ていきましょう。暗黒の研究者たちが進行する研究の背後には、ただの科学的好奇心以上のものがあった。リーダーの瞳に映るのは、極端な合理主義と異常なまでの人間不信、それが生んだ深い哲学的背景だ。あなたたちが言う技、それは果たして何？ロビンが問いかけた。彼女の目には研究者たちの言葉に対する疑念が浮かんでいた。リーダーは一瞬黙って考え、語り始めた。業は因果の連鎖、歴史の渦中で人々が自らの手で紡いでいく運命の糸だ。その力を利用することで、我々はこの世界に新たな秩序をもたらせる。ゾロは刀を抜き、その刃に集中する。新たな秩序とは何だ？人々が束縛され、苦しみの中でより大きなエネルギーを生む世界。それが我々の目指す場所だ。リーダーの言葉に、一行はその恐ろしさに震えた。ルフィは帽子を取り、じっとリーダーを見つめた。お前らが何をしようと、俺たちは止めてみせる。リーダーはルフィの決意に微笑んだ。そうだといいね。だが、君たちには技が豊富だ。それを利用しない手はない。一行と研究者たちの間には、重い空気と緊張感が充満していた。どちらもその哲学と信念に生きる存在。しかし、その目的は真逆であり、この対決がどんな結末を迎えるのか、誰にもわからなかった。ルフィの選択。ルフィ、どうするんだ？波の声に、ルフィは深く考え込んだ。目の前の研究者たちは、人間の業を操る力を持っていた。しかし、その力はどれほど強大でも、仲間たちとの絆、そして冒険への情熱は決して負けない。ルフィは大声で叫んだ。お前たちのやってることは間違ってる。人の業を操って、人を苦しめるなんて許せない。研究者のリーダーは眉を潜めた。哲学的には、君たちも人々を操っている。ただその方法が異なるだけだ。サンジがタバコを吹き出し、研究者に向かって言った。違う、俺たちは人々に自由を与え、新たな世界を見せている。それがお前たちとの違いだ。リーダーは無表情で答えた。自由も、その裏には束縛が存在する。君たちのやり方も、結局は誰かを犠牲にしている。ルフィの剣が締まった。誰も犠牲にはしない。だから、お前たちを止めてやる。そこで、ルフィはゴムゴムの力を解放し、研究者たちに向かって一瞬のうちに接近。その拳には、仲間たちの信頼と自らの哲学が込められていた。一撃で研究者のリーダーは倒れ、残りの研究者も一瞬のうちにどけられた。ルフィの行動は、仲間たちにも勇気を与えた。その瞬間、島に充満していた重苦しい雰囲気が消え、新しい希望の光が灯った。ナミの葛藤。ナミは足元に落ちている研究データと金塊を見つめていた。一瞬、欲望と現実が彼女の心を二つに割っていた。ナミ、大丈夫か？ルフィが心配そうに尋ねる。ナミは笑顔を浮かべたが、その瞳には矛盾が宿っていた。大丈夫よ、ルフィ。ただ、このデータと金、どちらが重要なのか迷っているだけ。金が好きなんだろ。サンジが微笑んで言った。そう、でも、このデータが間違った人々の手に渡れば、また新たな悲劇が生まれる。ロビンが彼女の隣に静かに立ち、選択は難しい。でも、その選択が君自身の哲学につながる。ナミは深く息を吸い、覚悟を決めた。私の哲学は自由。そして、このデータが間違った手に渡ることで、人々の自由が奪われる可能性がある。だから、このデータを破壊する。その言葉を聞いた瞬間、仲間たちはナミの成長と勇気に心から感動した。彼女は火を灯し、研究データを燃やした。その火は炎のように情熱的であり、水のように清らかな哲学を体現していた。やっぱりナミは賢い。ルフィが声を上げると、全員が笑顔で同意した。
その瞬間、島に秘められた闇が少しだけ明るくなった。波の選択は、彼らが乗り越えるべき次の試練への大きな一歩となった。解放？一行は研究施設の中心部へと進んだ。床と壁は冷徹な鋼でできており、周囲には様々な科学的機器が並んでいた。しかし、それ以上に気になるのは、中央に立っている元研究者たちだった。ようこそ、海賊たち。私たちはあなたたちを新たな実験体として迎え入れようと思う。一人の男が不気味な笑みを浮かべていった。ゾロは刀を抜き、お前たちは人間の尊厳を踏みにじっている。それは許せない。元研究者の一人が哲学的な微笑みを浮かべ、ゾロに向かっていった。人間の尊厳、それは何だ？我々は科学者として、真実を追求しているだけだ。ロビンが静かに一歩前へ出て、彼に言った。真実も、その追求方法も、人々の哲学によって形成されます。そしてあなたたちの哲学は、明らかに欠けている。ルフィはその言葉に感銘を受け、ゴムゴムの剣で元研究者たちに突撃した。一瞬のうちに、施設は壊れ、元研究者たちは倒れた。これで、島の人々も自由だ。ナミが安堵の表情で言った。サンジはタバコを吸いながら、自由とは美しいものだ。その瞬間、閉ざされていた扉が開き、島の人々が出てきた。彼らの顔には、長い闇の後に見る朝日のような笑顔が広がっていた。ありがとう、海賊たち。リーナが涙を流しながら言った。ルフィは笑顔で答え、冒険はこれからだ。破壊された施設から出ると、島全体が新しい命で溢れていた。花々が咲き、動物たちも安堵の声を上げていた。この戦いで、ルフィと仲間たちは多くを学び、多くを考えた。そして、その考えが次なる冒険へと彼らを導いていく。リーナの決意、島の空は青く澄み渡り、海は新たな希望を象徴するかのように明るく輝いていた。リーナは砂浜に立ち、海を眺めていた。彼女の瞳には、かつての闇とは対照的な明るさが宿っていた。リーナ、君はここに残るのか？サンジがリーナの後ろに立ち、静かに声をかけた。リーナは微笑んで振り返り、いいえ、私は島を出ます。この出来事を通じて、正義とは何か、自分自身で見つけたいと思います。サンジはタバコを吸いながら、君が見つける正義は、きっと美しいだろう。リーナはその言葉に感謝の微笑みを浮かべ、哲学的な考察を始めた。正義とは、時には個人のうちに、時には集団の中に存在する。それを求める旅が、人生そのものなのかもしれません。サンジは煙を吹き出しながら言った。人生そのものは、確かに一つの大きな旅だ。各々が自分自身の航路を見つけ、それを進んでいく。リーナはサンジの目を真剣に見つめ、だから私は島を出て、自分の航路を見つけます。そして、何が正義であるかをこの目で確かめます。サンジはリーナの決意に敬意を表し、それでは、君の旅が美しいものとなるよう祈っています。リーナは最後に海を一望し、深い青に何かを感じ取ったかのように微笑んだ。それは、新たな始まりと新たな哲学へのステップだった。サンジの成長。サンジはリーナが去った後、一人で海を眺めていた。海風が彼の髪を撫で、砂浜の微細な粒が足元で軽く舞い踊った。ここはかつて絶望と戦い、そして新たな希望を見出した場所だった。ルフィがサンジの隣にやってきて、不敵な笑みを浮かべた。サンジ、何考えてるの？サンジはタバコを口から外し、考え事さ。この島での出来事、そしてリーナの言葉を。リーナは強い女だよ。彼女が見つける道はきっとすごいものになる。ルフィの言葉には純粋な信念がこもっていた。サンジは煙を吹き出しながら哲学的に言った。人それぞれの道は、星々が空に輝くように、無数に存在する。だがその中で、自分がどれを選ぶかが人生だ。ルフィはその言葉に興味津々で応じた。選ぶ道は、宝物みたいなものだな。
確かに、そしてその宝物を探す過程で、人は成長する。サンジは自分自身の過去を振り返り、成長の痕跡を感じた。成長か？俺は、海賊王になるために成長しなきゃいけないんだ。ルフィの目には未来への決意が光っていた。サンジはその決意に敬意を示し、お前が海賊王になるその日まで、俺はお前と共にこの航路を進む。ルフィとサンジは互いの成長と未来を確認し合い、砂浜から船へと戻った。サンジはこの島での体験を通じて、自分自身とその哲学に新たな1ページを加えたのだった。新たな航路、船はゆっくりと沖に進み出し、名もなき島は遠ざかっていった。船の甲板に立つ一行は、遠くに見える新たな目的地に向けて希望を抱いていた。次はどこに向かうんだ？波が船の地図を広げ、航路の選択肢を探った。ゾロは剣の刃を研ぎながら答えた。どこでもいい。ただ、正義とは何か、それを考え続けなくちゃならない。ロビンは彼の言葉に微笑んだ。正義も航路も、人それぞれに違う。それが人間の美学だと思うわ。美学か？人は美しさを求めるけど、それは危険な道でもあるんだ。サンジは先ほどの話を思い出しながら言った。ルフィは大きな声で言った。危険だろうが何だろうが、俺たちは前に進む。それが冒険だ。その言葉に一同は笑顔を浮かべた。それぞれが抱える哲学と希望、そして困難さえも乗り越えて、彼らは新たな航路に舵を切った。海は青く広がり、天空には希望を象徴するような虹がかかっていた。この虹を見てると、何でもできそうな気がするな。ウソップがしみじみと言った。それが自由と冒険の魅力さ。ナミは地図に新たなマークを付け加え、船は未知の海へと進んでいった。新たな航路は未知で満ちていたが、彼らの心にはそれ以上に重要なものが刻まれていた。それは、過去の痛みと未来の不確実性を超えた、新しい哲学と決意だった。未来は、空白のキャンバスだとロビンが言った。彼女の言葉は、古い文献のような重みを感じさせた。空白のキャンバスか？それなら、俺たちは何を書くべきか？サンジが興味深げに尋ねた。それは、君たち一人一人が決めることだろう。リーナが彼らに参加し、ほんのり微笑んだ。彼女は島を出て、自分自身の正義を見つける旅に出る決意をした。まあ、俺は大きな宝を見つける絵を描くけどね。ルフィは大声で宣言した。宝とは何か？それは、価値観に依存する。ゾロは剣の刃を見つめながら哲学的に付け加えた。私が求めるのは地図だけ。しかし、それも一つの宝だわ。ナミは微笑んで船の方向を指定した。チョッパーは、医薬品の瓶を整理しながら言った。僕は、みんなを健康に保つこと。それが僕の宝だよ。宝探しはいいけれど、真の宝は人々の心の中にあるとも言えるな。ウソップは頬を吹きながら陽気に話した。船は、光り輝く水平線に向かって進んでいった。どこまでも続く空と海が一体となり、無限の可能性を予感させた。俺たちが向かう先に何が待っているかわからない。でも、それが冒険だ。それが自由だ。ルフィの言葉に、仲間たちは心から同意した。風は新しい方向へと舵を取り、帆は未来に向かって膨らんだ。仲間たちは新たな決意と哲学、そして互いの信頼と愛に満ちた心で、未来へと船出した。船は遠ざかり、その背後には美しい夕日が沈んでいった。太陽が地平線に触れる瞬間、空は橙と紫、赤と金色に染まり、一瞬の美を作り出した。それは、終わりでもあり、新たな始まりでもあった。そしてここで物語は終わりです。AI が作り出したこの新しいワンピースの世界、どうだったでしょうか？人間の創造性と比較して、いかがだったでしょう？もし面白かったと感じたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。次回の実験もお楽しみに。